皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は、電子工作に役立つ小技裏技を一つ紹介します。個人の工作レベル限定ですが、ちょっとした安定化電源を作るときに役立つかと思います。小技とは、トランジスタをブレイクダウンさせて、ゼナーダイオードの代わりにするという方法です。トランジスタの定格無視の使用法ですが、デバイスの原理的には、ゼナーダイオードそのものであり、良好な特性が得られます。では、始めましょう。これは、定番のバイポーラトランジスタに SC1815 のデータシートです。どんなデバイスも、データシートの最初に示されるのが、絶対最大定格です。これを守らなければ壊れますよという規格です。その中で、オレンジで囲んだ項目が、エミッタベース間電圧 VEBO です。エミッタが初めなのは、エミッタにベースより高い電圧をかけた時という意味です。通常はベースにエミッタより高い電圧、つまり順方向電圧を与え動作させますが、この規格は逆方向電圧なので、PN 接合の逆対圧を表しています。バイポーラトランジスタの VEBO は 2SC1815 に限らず大抵 5V 程度の規格となっています。したがって、逆電圧はマイナス 5V を超える電圧をかけないのが、回路設計の大原則ですが、ここでは、それをあえて無視して電圧を加えます。メーカーの保証外ですから、自己責任です。そうすると、トランジスタはブレイクダウンしてゼナーダイオードに似た特性を示します。トランジスタが低い電圧でブレイクダウンする理由はその構造にあります。プレーナー型トランジスタの構造と不純物濃度の例です。オレンジで囲んだ部分がよくも式図で見る NPN のサンドイッチ構造であり、その周りは、製造、界面保護、及び電極に取り出すための構造です。グラフの横軸は表面からの深さ、縦軸は不純物濃度です。このグラフをドーピングプロファイルと言います。EB 間、BC 間の谷間が PN 接合です。谷になっているのは、酸とアルカリが中和するように、P 型不純物と N 型不純物が消し合うからです。グラフのように、エミッタは高濃度であり、そのため EB 間の空房層は狭くなります。空房層が狭いため、逆電圧をかけると高電解がかかり、低い電圧で対圧破壊を起こします。一方、BC 間は、コレクタの濃度が低いため空房層が広く、コレクタ対圧は十分高くなります。順方向電圧をかけたとき、ベースエミッタ間の PN 接合に流れる電流は、エミッタからベースに注入される電子と、ベースからエミッタに注入される成功の和ですが、HFE を高くするには、エミッタからベースに注入される電子の方を多くする必要があります。そのためエミッタの濃度は、ベースより桁違いに高い必要があります。その結果、逆対圧が低くなるのはやむを得ません。不純物濃度が高いため逆対圧が低い PN 接合ということはゼナーダイオードに似ています。実測で特性を比べてみましょう。比較のためまず、ゼナーダイオードの特性を測ります。RD4.7EB というゼナーダイオードがあったので、図の回路で測ってみました。V インを上げていくと、このシミュレーションのように V レフはゼナー電圧 4.7V で一定になるはずです。電源で V インを与え、2台のマルチメーターで V インと V レフを測ります。マルチメータは USB で PC とつながる機種で、TSDMM ビューアーというフリーソフトで複数台のデータを一つの CSV ファイルに出力できます。このように複数の測定器から送られてくるデータを一つの表にまとめてくれます。今回、電圧は手動で上げ下げしましたが、いずれはこういったプログラマブル電源と RV ので自動化したいと計画しています。それはさておき、今回は手動で測定していきます。その時の PC 側の画面です。
Excel でグラフにしました。4.7V でほぼ一定になっています。温度特性を測ります。マルチメーターの一方を温度計にして、ドライヤーで加熱します。Vin は 12V 固定です。こうなりました。行きと帰りで違っているのは、温度計が実温度に追いついていないためと思われます。ドライヤーで炙っているだけなので、ゆっくり温度を上げ下げするのは困難でした。温度係数は、マイナス 1mV/ΔC となりました。温度係数の政府から、どんなメカニズムで体圧破壊が起こっているのかがわかります。PN 接合の体圧破壊には、2つの現象があり、約 5.6V まではゼナー降伏が支配的で、負の温度係数を示します。一方、5.6V 以上ではアバランシェ降伏が支配的となり、正の温度係数を示します。同じ製品系列でゼナーダイオードの名称で販売されていても、降伏電圧により支配的な現象が異なり、よって温度係数が異なります。RD4.7EB の実測値はマイナス 1mV/ΔC だったので、このデータシートと一致していて、かつ、ゼナー降伏が支配的とわかります。さて、本題のバイポーラトランジスタの降伏電圧、すなわち VEBO を測ります。ゼナーダイオードの時と同様に、ベースエミッタ間のダイオードに逆電圧をかけます。トランジスタのコレクタをオープンにして、ゼナーダイオードと交換します。こうなりました。VEBO は 8.4V でした。最大定格の 5V は余裕が取ってあるはずなので、妥当な値です。ゼナーダイオードと同様、低電圧になっています。温度特性です。温度係数はプラス 3.9mV/ΔC でした。温度係数が正であることから、アバランシェ降伏が支配的であることがわかります。さっきのゼナーダイオードに比べて傾きが大きいように見えますが、温度係数の値は 8.4V のゼナーダイオードとほぼ一致していることがわかります。したがって、8.4V のゼナーダイオードとみなして使えそうです。実際に安定化電源を作ってみましょう。まずはゼナーダイオードで基本的な安定化電源回路を組んで動作を確認し、後でトランジスタに差し替えます。左が回路図。右は LT スパイスでのシミュレーション結果です。ブレッドボードに組んで特性を測ります。ボリュームで出力電圧を設定しておいて入力電圧を変えてやります。手動で入力電圧を変えながらマルチメーターで入力電圧と出力電圧を測っています。放熱板がなかったので無負荷での測定です。こうなりました。シミュレーションと一致します。ゼナーダイオードをトランジスタに差し替えます。トランジスタのスパイスモデルはブレイクダウンまではモデル化されていないので、右のグラフは 8.4V のゼナーダイオードで代用して求めた結果です。逆に言えば、実測がこのシミュレーションと一致すれば、トランジスタに SC1815 が 8.4V のゼナーダイオードとしてちゃんと働いていることになります。ゼナーダイオードをトランジスタに差し替えました。
ボリュームの上下の抵抗も変えてあります。入力 24V で出力 21V になるようボリュームを設定。入力を 0V から 28V まで変えて出力を測ります。同様にして、出力 12V、10V について測りました。その測定結果です。安定化電源として機能しています。これだけの評価では安定化電源としての性能はわかりませんが、ちょっとした実験や測定用電源としては十分ではないでしょうか。以上、トランジスタをブレイクダウンさせてゼナーダイオードの代わりにする小技でした。いかがだったでしょうか。